ラーバスリトアニアマニアの橋本です。カウナスのオールドタウン街ブラ前編ですね。これはオールドタウンじゃないんで、リバティアベニューっていう通りなんで、リバティアベニューを通ってオールドタウンを歩いていくって感じですかね。つながってますんでね、この街ブラをご紹介していきます。はい。で、前回までのビルニュスのところでも私の自己紹介がてらリトアニアとどう関わってきたのかっていうのをお話ししてきてますけども、その続きもここでお話していきたいと思います。前回イギリスで、妻と私がサークルを作ってそこに、集まってくれて知り合ったみたいなところまでお話したと思うんですけど、そうですね。映画館でバイトをしながらだったんですけど、で、妻も、別の仕事をしながら、よくカムデンっていうね、ロンドンでロックとかパンクの聖地って言われてますけど、よく飲み行ってましたね。メタルの音楽ばっかりかけるバーがあったりとか、何しろそういう趣味がよくあったんですよね。一点だけどうしても趣味が合わなかったのがホラー映画だったんですけど、当時のサンちゃん、当時はまだ妻じゃないんですけど、サンちゃんはね、ホラー映画が大好きなんですよね。で、僕は映画の仕事ずっとやってて、ホラー映画は映画じゃないぐらいに思ってたんですよね。なんかバーンって人を脅かそうとする演出があったりとかするのが、なんか、お客さん意識した作品はなんか、僕の趣味じゃなかったんですよね。簡単に言うと。映画ってもっと、なんかすごく客観的にやってるところを切り取って、それを、僕らが見るみたいな感じだと、思ってたんで、ホラー映画っていうのはなんか、あんまり好きじゃなかったんですよね。お金払って見るもんじゃないみたいな、そんぐらいに思ってたと思うんですけど。ただ一緒に初めて見たホラー映画がエクソシスト、クラシックのだったんですけど、それがすごくいい映画だったんで、ちょっとね、食わず嫌いじゃないですけど、なんかそういう感じでいたのかもしれないって思ったり、あと当時映画館でやってた映画で、ボーントマホークっていうね、これが、カート・ラッセルが主演で、でもカート・ラッセルって言ったら有名な俳優さんなんで、カート・ラッセルがなんかホラー系やるんだみたいな感じで見たら、めっちゃいい映画で、結構グロいんですけど、面白い映画ってあるんだなっていう風に、ちょっとそこで意識が変わってったんですよね。もう本当にボーントマホークは、カート・ラッセルがこんなえぐい、キモい、グロい映画に出てんだってなったんですけど、なのでその辺ぐらいから、いい作品は見たいなっていう風に思うようになっていったっていうのがありましたよね。そんな感じで映画見たりとか、カムデンで飲んだり、音楽聴いたりみたいなことをして過ごしてたんですけど、帰国が近づいた頃に帰って何やるかみたいなことを意識し始めるんですよね。英語ができるようになってきたと。じゃあそれを使って何するんだってなった時に、一つはね、業界に戻るっていうのがあったんですけど、映画の業界に。で、実際、帰ってから半年くらいはね、もうすぐに僕が帰国するのを待っててくれた監督さんがいて、で、英語使う現場があるから、ちょっともうすぐ入ってくれみたいな感じで、声かけてくださって、で、そこはちょっと恩義もあったんで、協力させてもらったんですけど、でもやっぱりそこで働きながら、何しろ忙しくて、睡眠時間数時間みたいな感じの日々が続いて、でイギリスで非常にゆったりとした幸せな時間を過ごせたので、なんかこれ違うなっていうふうにどっかで思ったんですよね。もちろん仕事は仕事でちゃんとやるんですけど。で、
そのいう感じになったところで、当時も一旦帰国して遠距離で搭載続けてた状態だったんですけど、リトアニアと関わっていけるような仕事何かないかなっていうふうに思うようになるんですよね。もうその当時僕は結婚を意識してて、でもし本人は日本で暮らしたいっていうのをもともと夢があったみたいだったんで、日本に来ることはなんかウェルカムな感じなんだろうなっていうのはちょっと分かってたんで、結婚してこっちで暮らすってなったらリトアニアと関わっていける仕事をやりたいなっていうふうに思うんですよね。でその時に輸入業はどうだろうかっていう風になっていくんですよね。これはリトアニアの空港で免税店で見かけたお土産が非常に良くて、それが今も扱ってる蜂蜜のお酒ミードだったんですけど、リトアニアには伝統的なお酒でミードがあるっていうのをそこであんまり意識せずにミードというものを知らずに飲んで美味しかったんですけど、これを輸入するっていう仕事どうかなっていう風に思うようになったんですよね。でお酒の輸入ってなると免許が必要になりますから、ダメかって思ってたんですけど、そこで、父の知人が、スペインワインの商社をやってるっていうことで、そこでちょっと修行というかね、もう独立を前提にお手伝いというか勉強させてもらうようになるんですよね。免許取得のためにお世話になっていくんですけど、というのがそれが2016年とかですかね。はい。というところで、ちょっと今回はここまでにして、次回、ラストになりますね。ここで、輸入業を始めて今に至るまでをちょっとお話しできたらなと思います。というわけで、今回はここまでになります。イッキー。